たかが味玉かんだされど味玉ザ味玉でございます。味玉は非常に奥が深いです。茹で加減、漬け加減、あとそのつける味、いいですね。半熟、もちろんこのまま食べても美味しいんですけど、ちょっと今日はいくつかの簡単な味玉の食べ方のバリエーションもお伝えしつつ、リッチ、黄身にもねしっかりこのだし醤油の味が入ってますからね、ねっとり、ワインにもいいね、つまみとしていいんじゃないですかね、これね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルがザ味玉でございます。たかが味玉かんだされど味玉。味玉は非常に奥が深いです。茹で加減、漬け加減、あとそのつける味、さらにそれをどうやって食べるかということですね。一連の流れを通して皆さんにお伝えしていきたいと思います。ではまず味玉の材料ですね。卵、お醤油、みりん、酒、砂糖、鰹節、これで味玉を作ります。でバリエーションですが、ハム、マヨネーズ、青ネギ、それから大根おろし、ポン酢、それからイクラの醤油漬けですねを使ってバリエーションも出しつつ味玉を作っていきます。まずですね、冷蔵庫から出したての卵、これ絶対条件です。それから沸騰したお湯、完全に沸騰したお湯、これも絶対条件。要は温度差があるところからスタートして時間を正確に測るということが半熟の卵を作る大きなポイントになります。それを間違わないように。もし今日の茹で時間で室温に戻った卵を茹でたら完全に火が入ります。ご注意を。というわけで卵を入れていきますが、手早く、しかも高いところから沸騰してると入れがちじゃないですか。割れるんですよ。割りたくないから優しくこうやって優しくスピーディー。これで7分間。でその間に氷水用意していきます。今回の味玉はあれですか？ラーメンの味玉とかに使える味玉？もちろん使います。結構しっかりやる。1日つけて食べるのが一番ベスト。じゃあ7分経ったんで火止めて取り出していきます。同じようにお玉使って氷水の中へどんどん投入。触れるんじゃないのっていうね。これか触れない。で卵はこのまま氷水でキンキンに冷やします。その方がね皮も剥きやすいですからね。そしたら続いてだし醤油作っていきます。お鍋の中にお醤油、みりん、酒、砂糖で火にかけ、沸騰してきたら鰹節で、この後火加減強いのでちょっとコトコトと煮ながら、これで1分間ぐらいですかね、このまま煮ていきます。ちょっとね強制的に鰹から出汁出す感じなのでちょっと乱暴でいいと思います。簡易的なだし醤油ですけどしっかり味になりますんで。火止めます。で止めたらこのまますぐこします。で鰹節に水分いっぱい入ってるのでちょっとこうギューッとギューッ。でこの子熱々じゃないですか。熱々なんでこの子もちょっと冷まします。こうやると一番早いですよね、多分ね。こうやるとあっという間に冷める。じゃあ、つける用のタレが冷めても湯気出てないですね。この冷たい状態です。で卵も触ってしっかり冷たい感じですね。そしたら剥いていきます。氷水を捨てて、でゆで卵も、こんだけ冷えてるとすぐ剥けると思うんですけど、上下トントンやってこう剥くっしょ。で下剥くっしょ。で軽い流水
で上からやりながら剥くとツルツルいくんですよね。こう薄皮との間にこうなんていうの入り込んでくれるっていうね、水が。でつるっとね。こんだけ冷えてるとスムーズに剥けますね。いいのこのまま無言で。あんまよろしくない。よろしくないよね。はい。どうすんの演出じゃあ。ですね。卵はあれですか。今回この茶色い卵を使ってますけど、特にその殻の色とか関係ない。ひねり出したんですね今ね。ひねり出した感がすごいですけど、どっちでもいいです。卵を剥けました。そしたらこういうね保存用のバッグ使って卵の余分な水分を拭き取りながら入れていきます。で柔らかさはね半熟なんでやっぱりふにふにですね。ふにふに。わかりますかね。ふに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 。こんな感じね。で入れたらここに先ほどの冷ましたつけ汁豆乳。そしたら余分な空気を抜いていきます。これ角使っていいんだねこれね。こんな感じかな、ピチッと。で少し深さのあるボウルに縦の状態でつけておくとよく浸かりますね。で横に寝っ転がすとやっぱり裏表一回返さないとダメかな。この状態であればある程度全体色がついてくれますね。でこれで一晩置いていきます。じゃあ今日はちょっと時間の都合上ですね、一晩漬けたもの昨日から用意してありますんで、しっかりと色ついてますよね。もう茶色って感じの。もちろんこのまま食べても美味しいんですけど、ちょっと今日はいくつかの簡単なおじたまの食べ方のバリエーションもお伝えしつつ盛り付けていきたいと思います。パッと開けて、いわゆるザ味玉の色ですね。ラーメン屋さんでよく見るやつで、盛り付ける時にこの上下を少しだけ切ると立ちやすいんですね。ほんとちょっとまっすぐこうね、単純に平らになるんで。でここまで切ったら真ん中に黄身が寄ってることを祈りましょう。こういう感じですね。いいですね。半熟。じゃあ今日はトータル3個ぐらいかな。3個ぐらい使って盛り付けていきますね。じゃあ残り2個も同じように下の部分を削って、でちょうど真ん中で切ると。半熟ですね。全部半熟。こんな感じで並べてって。そしたら一つはハムと和えようかな。でハムと和えるやつは中の黄身一回抜きます。これねとっとしてね結構美味しいですよね。白身割らないように抜いて、ある程度抜いて、でハム細かいみじん、で今の黄身取り出したところに入れて、でここにほんのちょっとだけマヨネーズで混ぜると。そしたらちょっと丸めて戻したい。こんな感じですかね。結構ねハムとマヨネーズだけなんですけど、味玉のやっぱりベースがあるんでバカにならないですよこれ。結構美味しい。続いて素朴に超あっさりおろし。これもねやっぱ味玉のベースがあるからバカにならんのですわ。
少しだけポン酢、ほんとちょっと色変わるぐらいでいい。でイクラ、でハムにちょっとだけアクセントネギ、こんな感じかな。完成でございます。じゃあ一番リッチなやつをねいただきたいと思います。やっぱりこのハムマヨネギかな。リッチ。黄身にもねしっかりこのだし醤油の味が入ってますからね。ねっとりねっとっとしてる分口どけが一番最後になります。その最後になった時に口の中で他の食材と合わさって美味しいという。ワインにもいいね。つまみとしていいんじゃないですかねこれね。大根おろしも食べてみますか。今日はあっさり。味玉もねいろいろ食べ方ありますから、ぜひ味玉のバリエーション楽しんでいただきたいと思いますね。はい、味濃いめのしっかり味玉お好きな方はぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。